今日のトピックコーナーボン。じゃ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 ーん。ですね、こういうの作りました。ですね、こっちか。この、このですね、僕の後ろの机って、僕の好きなものとかがこう置いてあるわけですけども、そこにこの額があって、その額の中に、このルール・オブ・ローズの、なんて言えばいいんだろうね、ポスターっていうか、非売品なんだけど、こう、あるじゃない。で、これをね、この話をしたら面白いかなと思って、ルールオブローズって、いろんな経緯があって、僕ディレクターじゃなくて、僕は、企画原案と、ムービーのディレクターをやってるのね。で、ムービーに関してはセリフも僕が書いてて、英語も僕がチェックして、で、収録も行ってるんだけど、そういう感じの仕事のジャンルだったんだけど、なので最後の最後までいなかったんですよ。で、なんだけど、ゲーム開発が終わって、ルールオブローズが発売されて、で、その時に、その時のその CG の、リードのね、人がね、ちょっと木村さん、こんなの最後記念に作りましたんでって言って、こなんていうのかな。彼がですね、独自にこの作ってくれたんですよ。このなんか、僕用のポスターみたいなやつを。うん。で、ルール・オブ・ローズは、すごく思い入れのある作品なんだけど、いろんなことがあったんで、なかなか喋れなかったんだけど、でも、その、なんていうの、悪い話とかじゃなくてね、なんか自分の中でルール・オブ・ローズってすごく意味があったと思って、この話をどっかでしてみてもいいかなみたいな、なんかそういうことを思ったんですよね。で、こあのね、僕にとっては多分、あれが最初で最後の今のところ、ホラーゲームで、等身が高くて、で、あと、CG ムービー満載のゲームで。で、あれ以外は僕は強制イベントがあんなに入ってる、強制イベントというかムービーがね、あんなに入っているゲームを作ったことがない。で、なんでかっていうと、僕は普段から言ってるように、強制イベント大嫌いで、できるだけムービーとか短い方がいいみたいなスタンスでいて、あの時だけは特別だったと思う。で、挑戦だったと思う。自分の中でも一回やってみるかってことで。で、この物語の中のね、やっぱりね、面白かったのはね、やっぱりそのムービー作りのところがすごく面白くて、あの、なんていうのかな、すごく大変だったんよ。大変だったし、あの時って僕、あの、実はその途中で、あの、結構でっかい手術しに入院したりとか、あと収録も、収録ってあんまりイギリス行かないってみんなアメリカ行くんだけど、この舞台がイギリスだったんで、イギリスの英語をちゃんと書いて、イギリスに収録に行こうみたいなやつだったんで、ちょっとその段取り作るのも大変だったんよ。で、だけど、なんかそれをやった。で、あとモーションキャプチャーとかも、普通のモーションキャプチャーよりちょっと大変だったんよ。つまり役者さんが、あの、犬と子供だった。これもすごい大変だったんだよね。で、あの、であと、リアル CG 作るときに、どんだけその演技を伝えられるかっていうときに、やたらとやっぱりフェイシャルが、あの時フェイシャルキャプチャーみたいなのなかったんで、顔やろうと。みたいな話をやって、その CG の世界に入っていくときに、もう木村さんやってくださいと。もうアマンダ、その口で言うんじゃなくて、もう木村さんがやってくださいみたいな。その唇塗って、とかってやるシーンがあるんだけど、そのシーンとかをやるとかね。もうね、このね、経験のね、中身が濃くて、で、なんだろうな、しんどかったんだけど、この音声の収録の経験が、やっぱりノーモーヒーローズのその収録に対しての自分のアプローチにつながってるし、あの、その後、いかなる現場でモーションキャプチャーやるときも、どんだけモーションキャプチャーのその段取りを良くするかみたいなこととかもすごいよく考えるようになったし、あと役者さんのこととかね、やっぱり、なんかこのルールオブローズっていう大変な、時間があったからこその、その後の僕のプロデューサーワークの、なんか流れだったのかなと思って。だから、なんかすごい
いい記憶っていうか、なんかしんどい記憶もあるんだけど、全ては良い経験みたいな感じだったんですよ。でも多分もう二度と CG 満載のゲーム作んないけどね。お金もかかるし、しんどいし。ただ楽しかったね。うん、そうだね。ノーモアヒーローズの時は僕ディレクターじゃなくて、ほら、プロデューサーだったじゃない。だから、いかに開発がうまく回るように、いつキャプチャーして、あとそのキャプチャーするとき、まあ音声も同じなんだけど、いかにその収録内容が事前に綺麗に決まってるかと。で、決まってなかったら、これちょっと決めときませんかみたいな話をしたりとか、あとその台本のクオリティがどの状態までいってるかとか、音声の場合ね。あの、多重で人に読んでもらって、ツッコミ入れてもらったりとか、その、すごくそういうなんだろうな、裏方ワークみたいな感じなんですよ、プロデューサーって。そこをつなげていくっていうね。で、あの、で、音声収録とか、そのモーションの収録に向けて準備をするんだけど、まあそういうのはまあ、ね、ルールオブローズがなかったら、あんまりいまいちだっただろうって思う。うん。ご視聴ありがとうございました。チャンネルの登録もよろしくお願いします。